早っ。クリスマスが過ぎてしまいました。遅くなって申し訳ございません。MacBook Pro 16インチ届いたのでレビューします。何度もためらい注文とキャンセルを繰り返し Apple 様に手間をかけてしまったほど、今回は珍しく選択が難しかった最新の MacBook Pro M4 シリーズの開封レビューです。なんでそんなに悩んだのか。 Mac のノートでメモリ 128GB という新時代を買おうと思ったら80万円。だからもう本当に悩んで夢でポチる夢を見たけど、それは来年のお楽しみに。今回買ったのは2024年11月に発売された新型 MacBook Pro M4 Pro チップ搭載の16インチモデル。Apple の看板商品であり、画面が一番大きくて存在感があります。今回選んだのは16インチオプション3万円。14コア CPU、20コア GPU、M4 Pro 0円の標準仕様。48GB メモリ6万円オプション。1TB ストレージ3万円オプション。計48万8800円税込みになります。メモリ 48GB のノートパソコンとしては48万円っていうのはちょっと高いかな。だいたい同じような価格50万円のパソコンだったらゲームもできる Windows も入ってる GeForce のグラフィックボードがセットになってるっていうのが通常です。同じ値段で違うことができる。それが Windows。質感はどっちも似てる。本体色をブラックにすると電源コードもブラックになるみたいです。電源アダプターは重く大きい出力になってますが、重いのが嫌な人は昔のもそのまま使えます。13インチ、14インチ、16インチのサイズを比較してみましょう。13インチと14インチとほぼ同じサイズで、圧倒的に16インチが大きいですね。A4 サイズのクリアファイルと比較をしてみます。13インチだと入るかな入らないかなで、当然14インチも一応入る。16インチはもう A4 に入んない。A4 じゃ絶対ない。16インチはもう A4 に全然収まんないので、A4 サイズのリュックは難しいかな。それでは開けてみましょう。この紙1枚も丁寧なこだわりを感じますね。開けると勝手に電源がついちゃうんですけど、おなじみのセットアップを進めていくだけです。古い Mac からのデータのお引っ越しについては後で解説しようと思います。Hey Siri, send a message。いつものセットアップを続けていくとようやくデスクトップに出会えました。これ13、16、14インチ。やっぱ13と14インチってもうほぼ一緒。16インチの圧倒的な大きさ。やっぱね、このタッチパッドなんても全然違うね、サイズがね。端子類はマグセーフが1個とサンダーボルト5が1個、2個。そして右側にもサンダーボルト5は1個あります。あとは SD カードスロットと HDMI ポート。欲を言えば、右側にもサンダーボルトポートをそろそろもう1個追加してほしい。部屋の都合で右側で充電しようと思うと、こっち側の USB ポート塞がっちゃうんで、できればもう1個欲しいところ。さあ、こっからデータをどうやって転送するかだな。今考えているのは、古い Mac から新しい Mac にどうやってデータをお引っ越ししようか、簡単で早い方法はないか探しました。サンダーボルト3。こっちからこっちに繋いでみようと。今回実施する方法はサンダーボルト3ケーブルで Mac 同士を直接繋いでデータを IP 通信で引っ越してみようというものです。IP オーバーサンダーボルトと呼ばれる技術で結構前から Mac は対応していたみたいですが、初めて使ってみようと思います。今回新型のサンダーボルト5最大 120Gbps ポートの威力を試したいのですが、1点注意したいポイントとしては、今回引っ越し元の M1Mac はもう4年前の機種なので、古典的なサンダーボルト3最大 40Gbps にしか対応してませんので、きっと理論上 40Gbps にもならないかな。こっちが 169.254.169.159 で 169.254 の 64.77。これでここからここでこれね、データ通信できるんじゃないかな。IP アドレスの設定が終わったら、今度は Finder から相手のストレージを参照してみます。で 125GB のファイルを13インチから16インチにコピーしてみましょうか。サンダーボルト通信となることを保証するため Wi-Fi はどちらもオフにしました。それでは行きましょう。 120GB のファイル転送開始。早いね。ここからこう行ってんだよ。こう行って
Wi-Fi 繋いでないし、もうこれ何も有線 LAN 繋いでない。ただこうなってる。これ電源。これただの電源。それで、このスピード。すごいね。速いね。めちゃめちゃ速いね。120GB は2分30秒で終わりました。6.4GBps という速度。めちゃめちゃ速いね。せっかく端子が増えたので、ここでやりたいことがあったのでご紹介します。10Gb イーサ。サンダーボルト3だったかな。M1 の時は端子が2つしかないので、電源と画面用で2つ使ってしまって、これをつなぐポートが余っていませんでした。せっかくポートが1つ増えたので、やってみましょう。10GB のリンクアップを確認。おー、いいね。6GB ネットワーク。これぐらい出てればもう問題ないですよね。一応ランプついてんだね。ただ筐体がでかすぎるのがたまに傷。次は AI のテストをしてみましょう。EXO っていう AI を Mac の上で動かすっていうソフトがあります。これを使ってどれぐらいの AI を動かす性能が M1 と M4 Pro で違うのか実験してみましょう。で、まずはそれぞれ単体で動かして、それぞれどんな差があるのか。そしてこれも有線でつないで、こっちのパワーを借りて、どれだけこの M1 進化するか、どれだけこっちのパワーが強いかっていうのをやってみようかなと思います。じゃあ M1 スタート。10.3、9.2、9.3、9.4、9.4。じゃあ M4 プロでいきましょう。スタート。早っ。38.3。では次はこの M1 と M4 プロをこのサンダーボルト3でつないで検証してみたいと思います。サンダーボルト3でつないでどれぐらい性能が変わるのかやってみようと思います。お、つながった。じゃあそしてこの M1 と M4 プロがつながったので、これで性能がどれぐらい変わるのか。じゃあ M1 どれぐらい速くなったのか。さっき 9. 点いくつだったけど。おお、20.5 とか速くなったね。18.3、18.4。速くなるね。最後 M1 と M4 Pro で音質勝負してみましょう。どっちがいいのかな。ハイダイナミックレンジステレオスピーカー。M4 Pro はフォースキャンセリングウーファーを備えた原音に忠実な6スピーカーサウンドシステム。明らかに16インチ M4 Pro の方が迫力があるから音楽を楽しむならこっちかな。ちょっとね、最大悩んでることがあって、今これ、画面が2つつながってるんですけど、これ、1個、2個抜くじゃないですか。で、全然接続が認識しないことが多い。よいしょ。片方しかつかない。だから片方しかつかなくてね、これを何回かやんないとダメ。奇跡的に両方つくみたいな感じ。なんか高確率でこっちしかつかないとか、順番はね、こっちだけだったらつくんですよ。こっちだけだったらつく。
めちゃめちゃ時間かかるけど、こっちだってちゃんとつながるけど、なぜか両方つなごうとすると後からね何もスタンバイモードになって電源落ちちゃう。で、どうやるかっていうと、私の中で確率が高いのは、最初に左を入れてポンって充電の音がした瞬間にこっちを刺す。ほらねなんかこんな感じですよ。タイミングイシュー。あとはもうね、申し訳ないんですけど、なんかもうすごいね、手垢がねもう目立つかな。シルバーのそんなに目立たないんですけど、なんかねブラックはねもうねなんか恥ずかしい。すぐなんかもう手汗が、油がね見える。なんなんだろうねこれね。もうねダメです。もうね黒はねやめた方がいいかもしれないね。これ今日プレミアが 120GB をこれ使って実メモリを超えちゃってる。なんかスワップなんだか知らないけど、もうね 48GB メモリを買ったのに全然足りないとか言ってる。だって大したもの使ってないんですよ。音楽はね消しましょうって話だし、メッセージもね、消せばよかったかな。でもこれぐらい使いたいよね。でも120メモリの問題さえなければ正直これいい買い物だったんですよね。1TB にしても48万円ですから、ストレージはね、削ってもいいかなって人は45万円台だし、メモリね 24GB はおすすめできないですね。でも48もさっき言ったように少ないで、 M4MAX にすると 36GB しか選べない。でもっと上の M4MAX にすれば最低48スタートで128にいけるんだけども、ちょっとネックかな。今回ナノテクスチャーディスプレイにしなかったですけど、かなり反射はする。し、いきますね。これね反射する。完全に反射する。このなんかタッチバーなくなったのが悲しいんですよね。個人的にはこの方が早かったんじゃないって思って。この画面がつかないっていう確率がね高いのがね、ちょっと M4 Pro 買ってね結構後悔してるポイントかな。なんかね汚れてんな。なんかねこの手垢だけが目立つのは本当に嫌だな。でもそんなもんかな。大体満足してますよ。ちょっとねメモリとかをねケチってしまったのが、もう動画編集をするんだったらもう M4MAX にして 64GB メモリか 128GB メモリをした方が後悔は絶対ないです。もう 48GB にしても M4 Pro でなんか足んなかったかもしれない。以上 MacBook Pro 16インチ M4 Pro のご紹介でした。ありがとうございました。